皆さんこんにちは。生き物とものづくり系チャンネルの佐々木家の休日へようこそ。このチャンネルでは主に爬虫類を育てたり、爬虫類の飼育用品を作る動画を投稿しています。今回はちょっと前まで夏だと思ったら秋をすっ飛ばして冬の気温になってきたので、お庭の石亀を冬眠させる準備をした様子をお届けします。10月某日、日中の最高気温が25度を超える日もあり、まだまだ残暑が続いています。こちらは金属フレームを活用した亀池です。陸地ではニホンイシガメが1匹日光浴をしていました。この子は3年前にお迎えしたイシガメで、去年からずっとこの亀池で生活しています。よく見ると夏場に生えてきた苔が体にこびりついていますね。まずは甲羅をきれいに磨いておきましょう。水道水とヨレヨレになった歯ブラシで大まかな汚れを落としていきます。亀の甲羅の表面は人間でいうと爪みたいなものらしく、磨いても直接的な感覚はないらしいですが、押された感覚は甲羅の裏側の神経から伝わるらしいので、気持ち優しく取り扱いましょう。細かい汚れはマイクロファイバークロスで取り除きます。甲羅の縁なんかは歯ブラシの力が抜けやすいのか、よく苔が残りやすいところです。手足の付け根はほとんど苔が定着しないので、軽く拭くだけで汚れが取れていきます。ビフォーアフターはこんな感じ。屋内で育てている期間が2年ほどあった影響か、甲羅がかなり黒化していますが、苔のある方とない方で一目瞭然なぐらい綺麗になりました。ついでに屋内で飼育しているチビイシガメの甲羅も磨いておきます。まだまだ成長期で代謝も良いからか、汚れがこびりついているような感じはないですね。ビフォーアフターはこんな感じ。苔は取りきれませんでしたが、軽い汚れは落ちたので色鮮やかさが戻ってきました。この子は繁殖個体である程度選別されていたのか、やや黄色寄りな気がします。来年の大きくなった頃には外の亀池に引っ越しますが、それまで黄色が維持できるか期待ですね。さて、甲羅磨きはそこそこに近くの公園にやってきました。いい大人が地面にしゃがみ込んでウッキウキで落ち葉を拾っていきます。公園で遊ぶお子様や親御さんの視線が痛い。耐えきれなかったのでバケツ1杯分で退散します。これでも十分な量です。拾った落ち葉を泥船に移して、犬のおしっことかついていたら嫌なので軽く水洗いします。ざっくり洗い終わったら1から2週間水につけてアク抜きしておきます。2週間ほど水替えしながらつけ置きしたものがこちら。いい感じに紅茶みたいな色が出てきましたね。タンニンが染み出してきている証拠です。タンニンには抗菌作用があり、冬眠中のイシガメの肌を感染症から守ってくれる役割をします。最後に亀池のシェルター内に落ち葉を移し替えた後、もう一度水替えをして完成です。もう11月に入ってしまったので、気合い入れてタンニンを絞り出してもらいましょう。落ち葉がタンニンを絞り出している現場に何やら見慣れないものが浮かんでいました。なんか動いてる？ぎっしり詰まった内臓が見える透明ボディにピロピロと魅惑的な長い尻尾。調べてみたところ、この子はハナアブの幼虫、オナガウジと呼ばれているようです。ハナアブという名前ですが実際はハエの仲間だそう。本体は小さいですが、この長い尻尾のようなものが呼吸管になっているらしく、水に沈んでいるときは管の先っぽが水面までぐーんと伸びて呼吸をするようです。陸地で移動する場合は、イモムシにナメクジをちょい足ししたような動きをします。手に乗せるとこれぐらいのサイズ感、触った感触もプニップニです。主な食べ物は腐った植物質らしく、落ち葉がたっぷり入っている冬眠池は最高の餌場だったのでしょう。池に住み着いても亀には無害ですが、増えても面倒なので下水へ没収とです。といった感じで、今回は屋外で飼育しているニホンイシガメの冬眠準備をした様子をお届けしました。イシガメさんは無事にシェルターに入ってくれているので、これにて今年の冬眠の準備は完了です。去年に引き続き2回目の冬眠なので、比較的スムーズでしたね。このまま冬眠の体勢に入ると思うので、次に元気な状態で会えるのは来年の春頃になりそうですが、それまでには甲羅の苔取りマシーンを作っておくので、起きてきたらすぐに試してもらいましょう。最後まで見てくれてありがとうございます。皆さんのいいねやコメントが毎回制作の励みになっています。このチャンネルでは今日のような動画を定期的に投稿していますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。また、ご興味があれば各種 SNS や通販サイト、DIY 系のブログも運営していますので覗いてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。